はい、今回は TCL のミニ LED テレビ C6K シリーズの75インチモデルをレビューしたいと思います。ここ最近、有機 EL の弱点を補う形で、急速にシェアを拡大しているのがミニ LED テレビ。そんなミニ LED テレビのパイオニアとも言えるのが TCL であり、ミニ LED のテレビメーカーとしては世界トップクラスのシェアを誇るメーカー。テレビ業界でのシェアも急激に伸ばしまくっているのが TCL なのです。私は今まで長く有機 EL テレビを使っており、正直ミニ LED にはちょっと懐疑的だったんですけれども、使ってみて色々びっくりしたってのが本音。今回は TCL さんに製品提供をしていただいてのレビューとなるのですが、75インチでリフレッシュレート 144Hz も対応で22万円程度の金額って控えめに言ってすごいですよね。とはいえあくまで提供品。この格安で高性能な TCL の最新テレビがどんなものなのか。私はかれこれ2ヶ月ほど使わせていただいておりますので、使って気づいたところだけでなく注意点もなるべく正直にお伝えできればと思っております。というわけで行ってみましょい。はい。それではまず、このテレビの映像の美しさについて。何はともあれ画質ですよね。ミニ LED と量子ドット技術でどれだけ綺麗に見えるようになっているのか。実は私は液晶テレビには昔からあんまり良いイメージがなくって、ブラウン管から買い替えた時もプラズマテレビへ買い替え。その後、液晶テレビを使うもすぐに有機 EL に乗り換え、ここ10年くらいは有機 EL から有機 EL へテレビを買い替えて使っていたのです。有機 EL 特有の黒の締まりや自然な発色は映画鑑賞やゲーム用途においてとても魅力的でしたからね。ただ実際にこのテレビ TCL C6K を使ってみて感じたのは、リビングで日常的にテレビを見るなら、むしろミニ LED テレビの方が相性が良いのではないかということ。その理由の一つが圧倒的な明るさです。このモデルは1000ニットを超えるピーク輝度があり、日中でもカーテンを開けたままでくっきりと映像が見えるレベル。明るいリビングで視聴しても画面が白っぽくならず、しっかりとコントラストを保ったまま映像表示をしてくれるのです。我が家のリビングは日中は日差しが強く入るので、明るさに関しては結構シビアな環境なのですよね。そんな環境でも高いコントラストで映像が楽しめるのは、ミニ LED ならではの強みだと感じました。テレビって明るい部屋で作業しながらとか、料理をしながらとか、とりあえずつけてるってことの方が多いと思うのですよね。そんな環境でながら視聴するなら、画面の輝度は高いに越したことはないなと。この辺のところはスマホの輝度で考えるとわかりやすい。iPhone や Apple Watch も輝度を高くすることで直射日光が当たる外でも綺麗に見えることができる。結局のところ明るい部屋で見るなら明るいテレビの方が良いのだなと。もちろん薄暗い部屋でも美しいのがこのテレビ。160分割のミニ LED ローカルディビングゾーンを搭載しており、非常に細かく明暗のコントロールが可能。加えて量子ドット技術も搭載しており、DCI-P3 カバー率 97% 以上という高色域を実現。そのため発色も非常に豊かで、HDR コンテンツでは特に鮮やかで立体感のある映像も楽しめます。従来の液晶テレビと比べると黒い部分の表現は別物だなと。確かに有機 EL と比べると完全な黒という部分で微妙に劣る場面はあるのですが、全体の明暗のバランスが取れた絵作りではミニ LED の方が優位に働くパターンもあるんじゃないかなと。ミニ LED って一口にまとめられがちなのですけど、安物のパネルとは違って、このテレビではコントラストが高くて色ムラもないし、画面の端まで色調の一貫性が保たれているのがすごいなと感じました。中でも注目すべきは視野角の広さ。一般的に液晶ディスプレイのパネルには大きく分けて IPS パネルと VA パネルの2種類があるのですけど、VA パネルは高コントラストだけど視野角が狭く、IPS は視野角が広いけどコントラストが低いっていう特徴があるんですよね。で、TCL は VA パネルを採用しながらも、独自開発の HVA パネルによってこの視野角の弱点を克服しているのです。今回の C6K も HVA パネルが使われており、上下左右の視野角が178度と超広いのです。テレビって大画面になると真正面で見ても左右の端の方は自然と斜めに見るような感じになるので、視野角は非常に重要になってくるんですよね。横から見ても色ムラや明るさの低下が少ないわけで、家族でテレビを囲んで視聴したり、キッチンから斜めに視聴したりしても画質の劣化が少なく、ちゃんと綺麗に見える。これが本当にすごい。また映像処理は TCL 独自の AIPQ エンジンが担っており、視聴するコンテンツに応じて画質や音質を AI が自動的に最適化もしてくれます。
映像自体もリアルタイムで補正され、より美しく魅力的に映し出してくれるのです。もうここまで来ると有機 EL とどちらが綺麗かっていう単純な比較は難しいんですけれども、少なくとも明るい環境でテレビを見る場合では、高輝度なミニ LED テレビの方が有利であるのは間違いないと思いました。はい、続いてテレビの外観、デザインについて。テレビの印象を決める部分であり、顔とも言えるのがベゼル。画面の縁の部分です。C6K シリーズはメタリック調のベゼルレスデザインに仕上げており、画面の縁が非常にスリム。そのため映像が空間に溶け込みやすく、部屋に置いておいても圧迫感を感じにくいです。テレビ自体も非常に薄くて小スペースに設置できますからね。そして何より驚いたのが本体の軽さ。この大きさなのにめちゃくちゃ軽く感じました。我が家では65インチの有機 EL テレビを使っていたのですが、この重さが約24キロ。今回の75インチの C6K は約23キロ。画面が10インチも大きくなっているのに、むしろ軽くなっているという不思議。テレビが軽いと、特に壁掛け設置の時に大きなメリットとなります。本体はフラットな形状で、外側もハードフレームで持ちやすい。壁掛けにも対応しており、300×300 のベサ規格に対応しているので、壁掛けパーツも選べるので、設置の自由度も高い。また、地味に便利だと感じたのが、電源ケーブルの着脱が可能な点。ケーブルが外せることで持ち運びやすくなり、配線もやりやすくなる。テレビ周りの配線って非常に大変ですから、これ一本抜けるだけでだいぶ配線作業は楽になるのです。あと、TCL のテレビにはアートギャラリーモードがあるのも面白い。絵画や写真を表示できるだけでなく、動きのあるビジュアル映像や AI 生成アートにも対応。ベゼルが極細で本体も薄いため、壁にかけるとまるで本物の絵画を飾っているような見た目になる。ミニ LED の高いコントラストと広い色域により油絵のような立体感と鮮やかさも見事に再現されているし、有機 EL のような焼き付きの心配もない。長時間表示しても安心ってのもミニ LED ならではの強みでしょう。映像を映すってだけでなく飾っておくこともできるわけで、生活感の出やすいテレビを美しく置いておけるってのは意外と便利なんじゃないかなとも思いました。ちなみに賃貸住宅でも壁掛け設置はできますからね。我が家はラブリコの浮かせる家具ブラケットやアイワ金属のスタンドバーを使って大画面テレビを壁面固定しています。テレビは画面サイズに比例してスタンドも大きくなってしまうので、壁面固定することで大画面テレビの圧迫感もだいぶ抑えられます。まあこの話をするとまた長くなってしまうので、大画面テレビの壁掛け方法についてはまた別の機会に詳しく解説できればと思っております。はい。続いてゲーミングモニターとしてのポテンシャルについて。このテレビは 4K 解像度、最大 144Hz の高リフレッシュレートに対応しています。このスペックだけでも驚くのですが、それに加えて MEMC、モーション補完技術も搭載。MEMC というのは簡単に言ってしまえば、映像の間に中間フレームを自動で生成して動きを滑らかに見せる機能。いわゆる倍速機能ですね。スポーツ中継で高速に動くボールやアクション映画の激しいカメラワークといった本来であれば残像やブレが気になるようなシーンでも MEMC によってスムーズで精細な映像が楽しめるのです。大画面の量子ドットに高リフレッシュレート。これに MEMC までもあるわけで、大迫力で美しいだけでなくとても滑らかに視聴できる。そしてゲーム用途にも万全な仕様を備えています。このモデルは HDMI 2.1 を2ポート搭載。4K120Hz 入力に正式に対応。さらに VRR、可変リフレッシュレートに対応し、AMD フリーシンクプレミアムプロをサポート。ゲーミング PC や次世代ゲーム機と組み合わせれば、滑らかでテアリングのないゲーム体験も実現できるのです。例えばプレステ5は 4K120Hz、可変リフレッシュレートにも対応しているので、最高峰の映像体験を余すことなく堪能できるようになる。さらに ALLM にも対応しているので、ゲーム機を接続すると自動的にゲームモードに切り替わり、入力遅延も抑えてくれる。私はテレビでゲームプレイするにあたり、60Hz もあれば十分だと思っていたんですけれども、実際にゲームをプレイしてみると違いを顕著に感じました。画面が大きくなるほど映像の綺麗さもわかりやすくなり、動きのブレやカクつきといったリフレッシュレートの違いもよくわかるようになるのです。4K HDR の高画質が大画面でヌルヌルと動くっていうのはゲーミングモニターでのゲームプレイともまた別物。また違った別次元の体験ができるとも感じました。はい、続いてこのテレビのスピーカーについて。このテレビは音響性のスピーカーを内蔵しており、
構成は 2.1 チャンネルで 10W が2個のステレオスピーカーに加え 20W のサブウーファーも搭載。この薄さと軽さで 20W のサブウーファーを積んでいる驚き。もちろんドルビーアトモスにも対応してますからね。実際に映画を再生してみると低音がしっかり効いており、音楽系コンテンツでも迫力あるサウンドを楽しめました。もちろんハイエンドのサウンドバーやサラウンドシステムに比べれば劣りますが、テレビ単体でここまでなるって考えれば十分だし、とりあえずこれでシアター環境が揃うってのは魅力的かなと。中でも特に良いと思ったのが音質プリセットの豊富さ。ダイナミック、映画、ゲーム、音楽、スポーツ、そして会話モードまで用意されています。テレビではセリフが小さくて聞こえづらいとか、逆に BGM が爆音でびっくりするとかよくあるんですけれども、そういったテレビ特有の音のストレスを解消でき、自分好みにカスタマイズできるのも良いなと思いました。はい、続いて TCL C6K のスマートテレビとしての機能について。このテレビ、Google TV が搭載されており、使い勝手がとても良いです。従来のテレビベースの Android TV とは別物であり、どちらかというと Google TV に従来のテレビ機能が加わったような印象。今までのテレビよりもよりスマートに操作できるなと感じました。Google TV なので主要な動画サービスはもちろん、DTCP アプリ、ストリーミングゲームやクラウドゲーミングアプリにも一通り対応。日本国内でよく使われるエンタメアプリはほぼ網羅されています。具体的には Netflix、YouTube、プライムビデオ、ディズニープラス、Unext、Hulu、ABEMA に TVer にも対応。GeForce Now や Steam Link、PS リモート、Moonlight といったゲームアプリにも一通り対応しているので、ストリーミングデバイスをわざわざ外付けしなくても良い。Bluetooth コントローラーをつなぐだけで大画面ゲーミングも体験できてしまうのです。Google TV なので Chromecast のようなミラーリングも使えるし、さらには Apple の AirPlay や HomeKit にも対応しているので、iPhone でも Android でもミラーリングできるし、スマートホーム操作もできる。自宅の IoT 機器はこのテレビから操作できるわけで、Fire TV、Apple TV、Google TV ストリーマーだけでなく、Google Nest Hub や HomePod もいらなくなってしまうという。以前のテレビでも同じようにスマート機能はあったんですけれども、処理が重くて全然使い物にならなかったんですよね。その点、このテレビは操作も快適で起動も早い。アプリの切り替えもスムーズで処理もサクサクと早いのです。テレビの設定も簡単であり、スマホの Google ホームで連携するだけ。もちろんテレビ単体での設定も可能です。内蔵ストレージにも余裕があるのも嬉しいところ。私はアプリを入れまくってますが、まだ 20GB 以上の余裕がありました。参考までに Fire TV Stick 4K のストレージ容量が 8GB、Fire TV Cube のストレージ容量は 16GB ですからね。さらにリモコンも Bluetooth 接続なのでテレビに向けなくても反応する。しかもみんなが使う動画アプリには専用のダイレクトボタンもついているので Netflix、Unext、Amazon プライム、YouTube、TVer とワンタッチ起動してしまうのです。これリモコン長くて多すぎるぐらいにボタンついてるのですけど、これがめちゃくちゃ便利。Netflix を起動してる時に Unext ボタンを押すだけで Unext がすぐ起動する。アプリからアプリへザッピングするって意外とできそうでできませんでしたからね。あと、個人的にとても重宝しているのが Google アシスタントによる音声操作。例えば、YouTube で何々見せてと話しかけるだけで検索再生までも一発で完了。文字入力の手間が省けるこの快適さに慣れてしまうともう戻れないんですよね。もちろん地デジ BS-CS チューナーも搭載しており、外付けハードディスクを接続すれば裏番組の録画をすることもできる。スマートテレビとして高性能でありながら、テレビとしての基本機能もしっかりカバーされているわけです。これ一台でテレビ、ストリーミングデバイス、スマートホームデバイスまでも完結してしまうわけで、リモコンも配線も減ってテレビ周りのスペースもだいぶスッキリ。まあ高性能な Google TV が内蔵されていると考えてもだいぶお得なんじゃないかなと思いました。はい、続いてこのテレビの価格について。何はともあれ価格であり、何よりもこのテレビで伝えたいのは圧倒的なコストパフォーマンス。私が使用させていただいているのは75インチのモデルなのですが、ミニ LED で 4K HDR144Hz 対応。Google TV に音響スピーカーも内蔵で価格は約22万円前後。この安さを提供できるのも TCL がミニ LED に特化した技術と生産力を持っているからこそ。TCL は2019年に世界で初めてミニ LED テレビを実用化したメーカーであり、今やミニ LED テレビ市場において他社に先駆けたノウハウと量産体制を築いています。そのため自社でパネルを設計、製造できる数少ないグローバルメーカーとして、大画面高性能モデルを一回り安く提供できる独自の立ち位置を確立しているのです。
ハイエンドモデルといえば有機 EL テレビも主流ですが、有機 EL は構造上大型化が難しく、65インチを超えると一気に価格が跳ね上がる傾向があります。その点でも TCL のミニ LED テレビは価格と性能のバランスにおいて非常に優れた選択肢になっていると感じています。また世界的に見てもテレビ市場ではサムスン、LG といった韓国メーカーが長らく主導権を握ってきましたが、近年では中国メーカー、特にハイセンスと TCL が急速にシェアを拡大しています。日本国内ではコスト重視でハイセンスがよく選ばれがちですが、TCL はむしろプレミアムモデルに強く、ミニ LED 分野では世界トップの存在となっています。少なくとも高品質なミニ LED が欲しいなら、TCL を選んでおけば間違いないでしょう。ちなみに日本の主要テレビブランドはソニーのブラビア、パナソニックのビエラ、東芝、レグザ、シャープのアクオスなどがありますが、現在国内で液晶パネルを製造している日本メーカーはほぼ存在しません。テレビの心臓部であるパネルの多くは韓国や中国メーカーから供給されており、パネル外注による調達コストや構造面での制約も無視できない要素なのです。かつて亀山モデルとして高品質を誇ったシャープも、現在は台湾のフォックスコン傘下の企業であり、レグザブランドも TBS レグザ社が中国のハイセンスに買収されている現状です。こうしたテレビ業界構造を踏まえても自社でパネル開発ができ、最新技術を自社製品に落とし込める TCL のような企業は限られており、今後はもっと世界でシェアを伸ばしていくとも思っております。実は私、15年ぐらい前、2011年頃の地上デジタル放送の切り替え時期に大手家電量販店でテレビを売ってたことがあるんですけれども、その頃からすでに日本でパネルを作ってるのはシャープさんくらいだったんですよね。昔からテレビの値段と画質は比例しないというのは言うまでもなく、まあ中国メーカーというとどうしても安かろう悪かろうってイメージがあると思うのですが、少なくともミニ LED パネルでは TCL が世界トップクラスの技術を持ってるってのは間違いないと思うのでした。さて、ここからは TCL-C6K を使ってちょっと気になった点、いわゆるデメリットについても正直にお伝えできればと思います。まず気になったのは HDMI 端子の数。このテレビには HDMI ポートが3つあり、HDMI 1と2が 4K120Hz に対応し、HDMI 3が最大 4K60Hz 対応となっています。一般的な使い方、例えばゲーム機、ブルーレイレコーダーをつなぐ程度であれば、3ポートもあれば足りると思うんですが、複数のゲーム機やストリーミングデバイスを接続したいってなると、ちょっと足りなくなるパターンもあるかなと。ゲーム機だけでもプレイステ5、Xbox Switch、パソコンとあるわけで、これだけで埋まってしまいますからね。さらにサウンドバーや AV アンプを使って EARC 経由で音声出力する場合もポートが1つ埋まることになるので、映像用の入力が実質2つになるのは少し気になるポイントでした。内蔵スピーカーが高音質とはいえ、大画面なら本格的なオーディオシステムを構築したくもなりますからね。ただ私の場合は以前のテレビで Fire TV と Apple TV を併用していたので、これ1台で完結できるようになったので逆にテレビ周りがスッキリして良かったかなと。繰り返しますが、このテレビは Google TV 搭載ってだけでなく AirPlay、ホームキット機能もついていますからね。あと気になったのがネットワーク周りの仕様です。このテレビは Wi-Fi 5には対応していますが、最新の Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7には非対応です。有線 LAN ポートも最大 100Mbps までであり、ギガビットイーサネットには未対応なので、通信環境によっては無線接続の方が早いという逆転現象も起きます。4K 映像のストリーミングだけでなく、クラウドゲーミングやリモートプレイを楽しみたいって場合は、通信環境にちょっと気を使う必要があるかもしれません。ただ Wi-Fi 性能が高いテレビってのも私はあんまり見たこともないし、クラウドゲーミングをプレイする場合は外部デバイスを経由でプレイした方が快適にプレイできるとも思っています。実は Google TV アプリの GeForce Now は 4K 表示に未対応なのですよね。GeForce Now Ultimate で 4K120Hz プレイするには PC 接続することも避けられないわけで、結局のところ PC 側の Wi-Fi や Ethernet を使うことになるかなと。とはいえ、テレビでゲーミング用途として十分なスペックがあり、これだけ高性能なテレビがこの価格帯で手に入ることが驚き、この値段を考えたら文句も言えないんじゃないかなとも思いました。はい、最後に75インチという大画面を使って気づいたこと、サイズ感についても軽く話をしたいと思います。今まで私は65インチを使っており、75インチに乗り換えてどう感じたのかって話ですね。今回の TCL-C6K シリーズも55インチから98インチと豊富なサイズ展開があり、大画面モデルでも結構格安なので非常に悩むと思います。
私も今回提供してもらったとはいえ、どのサイズを使わせてもらうかかなり迷いましたからね。今まで私は49、55、65、75インチと徐々にサイズアップをしてきて、改めて思うのは10インチの差は想像以上に大きいということ。視界の占有率も大きくなり、映像体験としての迫力もかなり違うと感じています。とはいえ、使い始めてしまえばすぐ慣れてしまうのもまた事実。大画面に慣れてしまうと逆に今までのテレビも小さいと感じてしまうから、人間の感覚なんてものはいい加減なものですね。では実際のところどれくらいのサイズが適切なのか。よく 4K テレビの最短視聴距離は画面の高さの 1.5 倍なんて言われたりもするんですが、これは画素が見えない距離の目安であり、必ずしも見やすい距離ではないというのが私の感想です。この話は私がテレビを売っていた時代、10年以上も前から言ってた話なので、大画面化が進んでる今、この数値に当てはめるってのも無理があると思っています。例えば100インチの縦のサイズって約 1.25 メーターくらいなんですけど、これを2メートルの距離で視聴できるかって言えば難しいでしょう。テレビに見やすさを求めるなら、画面全体が視界に入ることが必要であり、視線の動きや目の疲れを考えると少し距離を取った方が快適なのです。実際のところ我が家の場合、今回の75インチでは約 2.5 メートルくらいの距離で見てちょうど良いなと感じています。私は6畳間に100インチのプロジェクターも設置しているのですが、最適な視聴距離は3メーター前後と言われており、6畳間の長い方が約 3.6 メーターなので、これが限界サイズだとも思っています。この部屋には65インチテレビも横方向に設置しているのですが、6畳間の横方向の幅は約 2.7 メーターで、2メーターくらいの視聴距離が限界だなとも思っています。というわけで、65インチの高さが約80センチであり、75インチが約93センチ、100インチが約125センチ。これらを踏まえて考えると、テレビの高さの約 2.5 倍から3倍くらいが適正距離なんじゃないかなと。ただ、大画面テレビの設置においては、実際に置けるかどうかってことの方が問題となることが多いです。視聴距離というよりも物理的サイズの限界。一般的な家、特に我が家のような賃貸住宅では、75インチを超えるサイズはなかなかハードルが高いと感じました。まず、75インチテレビともなると、開封や搬入の時点で一人では厳しいです。パッケージサイズも大きく、150センチを超える幅はドアを通るのも大変。比較的に大柄な私でも設置するのは結構大変でしたからね。部屋って当然テレビだけでなく家具もあるわけで、そこから前方に空いたスペースを取るのも大変です。テーブルも目の前に置いたらテレビも見えなくなりますからね。85インチともなると重量は30キロオーバー、幅は2メーター近いサイズにもなります。そもそも我が家にはこの幅の物体を壁に置けるスペースがないのです。だから75インチを選んだわけですね。テレビって壁面に置くことが前提。壁際に何もない平らな部分ってのも意外と限られるのだなと。壁際にはタンスや棚も置きたいですからね。家具やドア、人の動きを含めてテレビサイズは考えた方が良いとも思いました。はい、最後にまとめです。長年有機 EL テレビを使ってきた私にとって一番の懸念点はテレビの画質でしたが、最新のミニ LED の映像は想像以上に良かったです。確かに有機 EL 特有の完全な黒や発色の自然さは今でも魅力的なのですが、実際に TCL C6K を使って感じたのは、明るい部屋で日常的にテレビを楽しむなら、ミニ LED の方が実用的だということ。明るいリビングでも映像が鮮やかに見え、焼き付きのリスクもなく倍速処理で滑らかに映像も表現できる。その上 Google TV 搭載でリフレッシュレートも 144Hz まで対応。何より大画面なのに格安ですからね。75インチで価格は22万円ほど。ミニ LED が安くなってきてるとはいえ、さすがにこれはちょっとびっくり。テレビがまた一歩次の段階へ進化したと感じました。ただ人間の慣れってのは怖いもので、最初はこのテレビのデカさに驚いていたのに、数日も経てば当たり前。気づけば以前のテレビで物足りなくなっている自分もいる。一度上げた生活水準ってなかなか戻せないですからね。ある意味、これこそがこのテレビ最大のデメリットだとも思いました。というわけで今回はこの辺で、おしまい。